こんにちは、理事長です。本日紹介するのはですね、クトゥルー神話の作品ではなくて、ガイドブックですね、解説本について、ちょっとご紹介しておこうと思います。クトゥルー神話そのもののですね、解説というよりは、SF ですとか、ファンタジー作品ですとか、そういったもの全般の中の、1項目としてですね、クトゥルー神話について、解説されている本について、ご紹介したいと思います。こちらの本ですね、SF& ファンタジーガイド、最寄りの本棚という、本になります。こちらはですね、社会思想者で出していた、教養文庫という文庫シリーズの中の一冊で、光月真由里さんという方が出されている本です。初版がですね、1989年11月となっていますので、これもだいぶ昔の作品といいますか、昔の本になります。社会思想者さん自体がですね、これもですね、2002年に、事業停止されているので、もうこの本自体も絶版になっている本になります。本自体はですね、この社会思想者さんで出していたウォーロックという、ゲームの雑誌ですね。そちらの本に連載されていた、書評ですとか、ブックレビューですね。こちらの本をまとめた本になっています。そのウォーロックのですね、創刊号からですね、30号まで、連載されていたということなんですけれども、全部でですね、30いくつありますね。その中のですね、2度目の7月という連載の中でですね、クトゥルフ神話について紹介されている本になっています。短い書評なんですけれども、書評といいますか、本のですね、紹介になっているんですけれども、クトゥル神話についてですね、当時あまり、今に比べると、やはりですね、クトゥル関連の本とか作品についてなかったんですけれども、ラブクラフトの本ですね、ラブクラフト全集などを紹介してですね、クトゥル神話の紹介をされているという、そういった本になっています。はい。で、クトゥル神話自体だけではなくてですね、それに関連する、項目としてはですね、これも、クトゥル神話のファンにはですね、おなじみかもしれませんけれども、ロバート・ハワードですね、ロバート・E・ハワードのコナンシリーズについても紹介されています。これは2度目の12月という章でですね、紹介されているんですけれども、この連載自体がですね、12月から始まっているので、先ほどのクトゥル神話を紹介している7月よりも前に、紹介されている作品となっています。その他にですね、直接、これも関係、クトゥル神話と関係はないんですけれども、関連のあるといいますか、非常にクトゥル神話ですとか、あるいはラブクラフトについてですね、興味のある方には、おなじみの作家さんであるロード男性児ですね。その、ロード男性児の、サクノスを除いて破るあたわぬ健在という作品ですね。こちらが、最後の12月という、一番最後の部分ですね、に、紹介されている、本になっています。サクノスを除いては、破るあたわぬ健在というのはですね、ちくま文庫から出ていた、妖精族の娘の中に収録されている一作品になっています。はい。今となってはですね、クトゥル神話についての情報というのは、たくさん本も出てますし、インターネットなんかでもですね、非常にたくさんの情報を得ることができるようになっていますけれども、当時はですね、まだまだ、情報も少なくてですね、テーブルトークのですね、コールオブクトゥルなんかの、ゲームをするときにもですね、いろんな情報を、仕入れることもあったと思うんですけれども、
そういった解説本ですとか、情報を仕入れる、ものの、先駆けというわけではないんですけれども、その一つとして、こういった本出されていたのかなというふうに思います。先ほど言ったようにですね、連載されていたのがですね、ウォーロックという、ゲーム雑誌に連載されていたので、そういったテーブルトークですとか、ゲームなんかのですね、ネタ集めということでですね、こういった、ブックレビューを連載されていたんだと思いますけども、そういった、SF ですとか、タイトル通りですね、SF ですとか、ファンタジーの本の、ガイドブックとしてですね、こういった本を出されていたということを、ちょっと紹介ということで、今回は本の紹介をしてみました。はい。これもですね、先ほど言ったようにで、出版社自体がですね、もう、倒産されてしまっていますので、手に入れるのはなかなか難しいかなと思いますけれども、ひょっとするとですね、Amazon なんかで探してみるとあるかもしれませんので、機会があったらちょっと読んでみていただくと、当時どんな感じだったのかなということで、知ることができるんじゃないかなというふうに思います。はい。では、今回の本の紹介はここまでとしたいと思います。また次回の解説をぜひともご覧になっていただければというふうに思います。